小松姫稲の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。真田昌幸と渡り合った本田忠勝の娘。小松姫は本田忠勝の娘だが、真田信行に嫁ぎ敵対した岐阜の真田昌幸と甲冑姿で堂々と渡り合った。小松姫の生涯を詳しく見ていこう。小松姫は徳川四天王の一人である本田忠勝の娘として生まれ、幼名をおねいと名付けられ、後に稲姫とも呼ばれている。1585年天正13年、真田昌幸と徳川家康が領地問題をめぐって対立、第一次上田合戦が勃発する。昌幸は嫡男の信行と共に数倍もの徳川軍を翻弄して撃退する。仲裁に入った羽柴秀吉は真田昌幸の嫡男信行と家康の重臣本田忠勝の娘小松姫との婚姻を取り持ったと言われている。14歳の小松姫は家康の養女として21歳の真田信行に嫁ぎ正室となっている。一方、昌幸の次男真田信繁幸村は秀吉の奉行大谷義次の娘を正室に迎えた。1600年慶長5年7月21日、家康に従って上杉討伐へ向かっていた真田親子がいる下野犬伏に石田三成から挙兵したとの密書が届く。そのため父の昌幸は信行と信繁の2人の息子を呼び寄せて東軍と西軍のどちらにつくか話し合った。協議の結果、嫡男の信行は東軍に、昌幸と次男の信繁は西軍に組みすることを決定する。真田兄弟はそれぞれ正室の実家が組みする方につくことにしたのである。真田昌幸が西軍に就いたいきさつについては諸説あるが、昌幸と石田三成の正室が姉妹であったとも言われている。しかし後の江戸時代に石田氏と婚姻関係にあったことを隠すために真田氏が家系図を書き換えたとも言われている。それはともかく犬伏の別れと言われるように、真田親子はたもとを分かつのである。昌幸は上田城に帰る途中、小松姫が留守を守る沼田城に突然立ち寄った。甲冑姿で信行が留守の城を守る門前で対応した小松姫に、昌幸は最後に孫の顔を一目見たいと告げた。ところが小松姫は敵対する者を舅といえども一歩たりとも城に入れることはできないときっぱりと断っている。小松姫は剣謀術数を使いこなす敵となった岐阜の昌幸に城を乗っ取られることを警戒したのである。小松姫は信行からすでに早馬で親子で対立したことを知らされていた。だがその後、肩を落として帰ろうとする昌幸一行を小松姫は近くの寺に案内して心尽くしの歓待をした。そして昌幸に孫を対面させて最後の別れをさせたという。
正行は小松姫の見事な対応に、これで真田家は安泰だと涙を流して喜んだという。真田正幸と信繁は秀忠率いる徳川本隊3万8,000を上田城のたった2,500の兵力で引き止めた。いわゆる第二次上田合戦である。そのために秀忠と徳川本隊は関ヶ原の戦いには間に合わなかった。真田正幸と信繁親子の活躍も虚しく、西軍は敗れ、石田三成は処刑される。家康は2度の上田合戦で煮え湯を飲まされた正幸を処刑しようとする。すると信行と小松姫は本田忠勝を通じて正幸の除名を嘆願し、関ヶ原の合戦での恩賞まで辞退している。二人の嘆願で命を救われた正幸は信繁と紀伊九度山に流罪となる。小松姫は金子や食料を正幸と信繁のもとにたびたび送って支援し続けたが、真田正幸は九度山で63歳で永眠する。しかし真田信繁は大阪の陣では真田丸を築き、最後は討ち死にするが日本一の強者と称えられた。そのため真田氏の名声は天下に響き渡り、信行は信州松代13万石の領主となっている。小松姫は信行との間に2男2女を設け、1620年元和6年48歳で逝去したが、真田氏は明治まで続き伯爵となっている。